ありがとう。ありがとう。ありがとう。さよなら。感情表現があまり上手じゃないのかななんかもっと素直になればいいのになって私が勝手に思うんですけど、だけどもしルキアが朽木ルキアが、実在しているならば友達になりたいなんか冷たくされてもついていきます挽回ヒヒヨザビマル。単純に熱いんですよね。すごく熱い人間で情に弱いっていうか、義理人情をすごくなんだろうな、意識してるっていうか、本来だったらマニュアルであると白夜に立ち向かったりなんてしないことなんだけども、でもそれよりもルキアに対する義理なのか情なのか、イチゴに対するなんだろうな、ライバル心なのか、その情なのか、そういうところの方が強くなっちゃって、で結果自分の敵は白夜なんだなっていう、なんかそういうなんかこう形あるものよりも自分の内面の方がもう先走って、そっちだけで行動してる。挽回大軍両輪丸。室ヶ谷っていうそのキャラクターを好きな人はずっと室ヶ谷を見てる人がやっぱ結構たくさんいて、いかに何の役やってもそうなんですけど、その役が大きかろうがちっちゃかろうが出番が多かろうが少なかろうが、その一瞬のこのシーンのここが見たいっていう部分っていうのが絶対あって、なんかそういうものを一瞬だけでも見に来るお客さんっていうのがたくさんいて、なんかなんて言えばいいか分かんないけど、自分のやることをしっかりやれるようになってきたのかなっていう気はすごくしますね。動きが良かったとか走ってる姿が良かったとか、割とそういうなんか細かいところなんで、なんか本当にさっきの話じゃないですけど、一個一個の仕草全てがその役の彼であることの意味っていうのがすごくあったなって。特に室ヶ谷っていう役はセリフがそんなにあるわけじゃないんで、そういう部分で動きだったりとかなんか違うところで見せる部分がたくさんあったんで、そういう部分を褒められるっていうのはなんかこう自分でも嬉しい部分ではありますね。これから私が天に立つ。本当に悪い人じゃないだろうなとは今のところ思ってます。そう思いたいですね。最初はすごい不安でしたよね。やっぱり一番がその可愛い可愛いひなもりちゃんを殺すというか刺してしまう、その瞬間にそれを見た時に、これはみんなを敵に回すなと、そのファンの子たちがっかりするかなと。でもそれは俺は楽しいですけどね。いい人だった人が裏でいろいろやってて悪い人になってたっていうのは、一つのやっぱりこの「ブリーチ」っていう舞台で2パターンができるっていうのはすごい楽しいしやりがいありますね。ヒコロセ真相。今回は新たに、土屋雄一が一丸議員をやるとどうなるかというか、訛りとかもあるしキャラクターももちろんあるんですけど、それを踏まえた上で生でお芝居を作っている感覚から、そこにブリーチという世界観にとって必要な要素をこれから足していこうみたいな。例えばなんですけど、
雛森を愛禅が殺した時にニヤって笑うんですけど、それをあえて今までって冷徹な男として笑っていた感じがあるけど、あれなんでなんだろうなと思った時に、今回って正直かわいそうだなって思ったりするんですよ。そんな風に思って10そんなことしないよみたいなことを言う人とか思う人っていっぱいいるような気はするけど、でもなんかそこを一つ通ってその先になんで果たして10がこういうことを取るのかっていうことが自分の中で一個一個ちゃんと落としてこう作ろうっていうところはあったりしますね。千家千本桜影吉。キャラクターが3年とかやってきてるんで、例えば伊坂君のやる黒崎いちごとかも、そのルッキアを助ける情熱みたいなものがなんだろう、原作を読むよりも強く彼がやってる黒崎いちごの方から僕はすごく影響を受けて、でレンジも同様で、朽木白夜よりも強くなりたいっていう思いももちろんあるんだけど、なんかルキアを殺したくないっていうか殺されたくない、っていう、なんかイチゴもレンジもそれぞれルキアを助けたいっていうすごい強い気持ちがあって、それが舞台上に立ってるとなんかそのために僕に歯向かってくるんですよ。僕もやっててすごいやりがいがあるっていうか、だからレンジを倒してもなんか切ないし、イチゴを倒しても、イチゴを倒そうと戦いを挑んでてもなんか切ないし、なんか自分が言ってることっていうのは正しいことなんだろうかとかっていうちょっと迷いとかも実際に舞台上でなんか生まれてきて、それが周りを見てて感じること、うまくちょっと言葉で言えないんですけどね、感じるものっていうかですね。夜空に抱かれて、ももちゃんは本当に素直でまっすぐで、例えばだから友達に剣を向けちゃったりだとか、シロちゃんにまで剣を向けちゃったりだとか、そういうことをするももちゃんっていうのが、初めはやっぱりちょっと私もそんなことするんだって思ってたんですけど、でもそれは普段のももちゃんの真面目だったりだとか、信じやすかったりだとか、素直だったりだとか、そういうところから来てるんだなって、根本をたどるとすごい魅力的な女の子だなと思って、それがお話の中ではちょっとどんどん辛い方向に行っちゃうだけなんだっていう、初めはだからちょっと私もどうしようって思いました。こんなことするんだと。でも今はもっともっとなんか好きになりましたね。ももちゃんってこういう面もあるかもしれないって、どんどん私が勝手に開拓しちゃったとこもいっぱいあるんですけど、すごいだから私にとっては一緒に自分と向き合うようにももちゃんと向き合ってても楽しいというか、楽しいとは違うんですけど、充実しています、ももちゃんと向き合うと。